皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の6日金曜日ですね。時間がちょっと遅れまして40分ぐらい遅れました。日本時間の夜の9時40分ということです。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたようにちょっと長いんですね。長さや重さや容積や時間には世界共通の誰もが遵守する不変の絶対基準があるのに、人間の価値、地球の価値、貨幣の価値にはなぜ絶対基準が存在しないのかという非常に素朴な疑問なんですね。日頃ずっと思ってたんですけど、今日はそれを取り上げるということでナンバー1ですね。ということです。今日のワイワイニュースライブ放送のは通算で2896回目ということです。現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということですね。ということで今日金曜日の放送を始めます。昨日木曜日の放送のメインテーマですね。続き、超金融資本主義が実体経済と地球環境を全面破壊すれば人類そのものが滅亡する危険性があるというのが昨日のこれのナンバー4ですね。通算でずっとやってますんで、このテーマに関しまして、YouTube 向けの表紙をこのように、作っていただきました。超金融資本主義が人類を滅亡させるということで、これ原爆が都市のど真ん中に投下されて爆発していると、核爆発を起こしているという図ですね。それとこちらが、地球環境が破壊されて、気候大変動によって、いわゆる緑がなくなっちゃうと、枯渇しちゃうというイメージですね。非常によくできていると思います。ありがとうございます。ということで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが305名様、YouTube が157で462ということで、YouTube がなんか少なくなっておりますね。なぜか。ということです。そして今日の画像ですけど、昨日ですね、フランス全土でゼネストが行われたと。年金の改悪、マクロン政権が目論む年金改悪に対しての、反対ストライキ、ゼネストということで、これはパリでですね、行われた、昨日ですよね、パリ市内で行われたデモの画像です。これ AFP の記事に載ってたやつですね。それと2つ目の画像が安倍政権中枢総ぐるみとジャパンライフ汚染議員30人の名前ということで日韓現代、このジャパンライフっていうのが安倍岸信介時代から交流があるということで35年の交友関係だと。安倍友なんですね、これね。で、このジャパンライフっていうのは要するに、怪しげな商品、健康食品を餌にして、7000人から2000億円を集めたという詐欺会社なんですよね。その詐欺会社の勧誘するための宣伝媒体にこの安倍晋三以下ですね、30名の自民党国会議員が当然お金目当てでしょうね。謝礼もらってるわけですよね。宣伝媒体として、いわゆる犯罪ですよね。詐欺犯罪に加担したと
いう記事なんですね、これ。それで安倍晋三は何したかというと、宣伝チラシに桜を見る会にの招待状と写真を掲載したと。からお中元リストに掲載されたということですね。で、これがそうなんですね。安倍晋三の桜を見る会に招待されたということで、安倍晋三内閣総理大臣から山口会長に桜を見る会のご招待状が届きましたと。で、受付表とから山口の名刺と、それから案内状ですね。安倍晋三名前の案内状。これを宣伝にフル活用したんですね。要するに内閣総理大臣の信用があるということで、その信用を使って、7000人の会員を募集して、1人約300万人投資したわけですよね。怪しげな健康食品。そして、美味しいこと言うわけですよね。投資してくれればものすごく儲かりますよと。それと下のリスト、このリストには、お中元のリストの掲載議員なんですね。麻生太郎、それから菅官房長官、甘利税調会長、自民党、茂木外相から田中復興省とか消費者担当省、政調会長、岸田世耕参議院幹事長、稲田幹事長代行、河村元官房長官、これがあれですよね、民主党政権の政権交代のどさくさの時に、3億5000万円残ってた、2億5000万かな、官房機密費を盗んでですね、とんずらしたというとんでもないですね、田臥マフィアですよ。山口ですよ。それから高村元外相、これも田臥マフィアですね。から大島衆議院議長、現在もそうなのか。から森山博国会対策委員長、から竹下元総務会長、小野寺元防衛省、平沢翔英広報本部長、額賀元財務省、石破元幹事長、谷垣元財務省、船田源元運輸経済企画庁長官から梶谷義人元農水副大臣からこれなんだ、長谷川っていうのが総務副大臣から三原衆議院議員、三原智彦っていうのかな、から石野剛志元農相から山口夏夫公明党代表から富田公明党衆議院議員と公明党も入ってるんだ。12345678910111213と30人、これです。もうズブズブですね。それプラス官僚、国家官僚、霞が関官僚あるいはが大量にこのジャパンライフに天下ってるんですね。ということです。砂月さんから毎回ですね、初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と、このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散給与お願いしますということですね。それから砂月さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。例えばライブ配信中と、からキララカットさんがお茶爆10ですね。土山純一さんですね、お茶爆10配信ありがとうございます。コンティニューコイン2枚ですね。K さん、コンティニューコインよろしくお願いしますと。
それから今日の放送の前、砂月さん、フランス・マクロンの年金改革に入った、そうですね、大規模ストライキとデモと、レーバーネットか、それから砂月さん、悪党を眠らせないと、本沢二郎の日本の風景3516回目と、それから田中隆作ジャーナル、原発汚染水東電ケチって海洋投棄と、これ昨日取り上げましたよね。から砂月さん、社説中村哲さん、銃撃死非暴力の実践継承したいという琉球新報ですか。沖縄タイムズ、現場で貫いた平和貢献、沖縄タイムズ。それから砂月さん、支援は爆弾ではできないと、パンと水の問題だと田中哲さんが語っていたことということですね。ハフィントンポストですね。ということです。ということで、今までのところをアップしますね。昨日のメインテーマの表紙ですね。マイナス4。それから現時点での視聴者数ですね。462名様と。それから今日の画像ですね。フランス年金改革反対デモ。それからジャパンライフズブズブの安倍以下悪党どもが群がっていると。見にくいですね。ということです。で、今日の映像ですけど、これは AFP の記事プラス動画なんですね。アフガニスタンで中村哲さん追悼集会と真の英雄忍ぶということで、記事と映像が一緒になったものです。国民的な英雄ですよね。日本人の誇りですね。安倍晋三以下の悪党は日本人の恥ということで、次に今日の一言ですけど、前から取り上げてますけど、ジム・ロジャーズ氏が言った言葉、世界経済は今後数ヶ月のうちに終わりを迎え始めると考えていると。数ヶ月っていうことは来年の春ぐらいですよね。まあ2008年9月15日のリーマン銀行、リーマンブラザーズ銀行が破綻したということをきっかけにしたサブプライムローンの世界金融恐慌が始まったんですね。その前兆っていうのが1年前、2年前からいわゆるサブプライムローンのいわゆる不払い、不良化が顕著になっているということだったんですけど、今回もジム・ロジャーズさんが言うにはですね、同じようなあるいはそれ以上の規模の大規模な世界金融恐慌が来ると、前から確実に来るって言ってるんですよね。それで、いわゆる日本をはじめとする各国、アメリカはじめとする各国が巨大な借金を背負っているということで、ですから2008年のサブプライムローンをきっかけにした世界金融恐慌よりももっと巨大だろうというふうに彼は言ってるんですね。それがもういよいよ来ると
いうふうに彼が言ってることの、裏付け、を今日の言葉として、取り上げたということで、彼がこの、11月の18日東洋経済オンラインで、公表した対談ですね。人口減と借金で30年後の日本終了の現実味という対談をしてるんですけど、その中で一番冒頭ですね。実は数ヶ月前までは今よりもっと楽観的でしたと。日本経済の先行きは世界経済に左右される部分があり、私は世界経済は今後数ヶ月のうちに終わりを迎え始めると考えていると。つまり日本もこの影響を受けることは避けられませんと。そしてその問題が発生する日はどんどん近づいていると。だから私は昨年秋に日本株は全て売却したと。日本が増税を行うと分かったタイミングでねと。増税で得する人などいないと。これ安倍晋三が2回目のですね、増税を行ったという 5% から 8% に増税したタイミングですよね。彼は日本株を全部売ったということなんで、で、彼がなぜ、今後数ヶ月のうちに世界経済は終わりを迎え始めるとこの対談の中で言ったのかと。その背景は何なのかということの一つは、リーマンショックの再来ということなんですね。これは日経新聞の6月16日の今日の言葉の中にリーマンショックとは何かと。信用収縮、世界経済、揺らすということだったんですね。で、リーマンショックとは何かというと、2008年9月15日、米投資銀行リーマンブラザーズが連邦破産法11条の適用を申請したのをきっかけに、世界の市場に動揺が走り、深刻な金融機関に発展したと。で、市場や企業にお金が回らなくなる信用収縮が広がり、実体経済にも強い下押し圧力がかかったと。各国は金融安定や景気対策のために巨額の財政出動を迫られ、財政悪化につながったと。で、住宅バブルの破綻が原因となったと。2000年の米国では政府の持ち家促進政策もあって、サブプライムローンと返済能力の低い個人への住宅融資が急増し、ローンを証券化した金融商品、これは中山崎で CDO っていうんですね、が世界の金融機関や投資家に出回ったと。返済に窮する借り手が増えてローンの貸し倒れが急増すると、関連の金融商品の価値が一斉に下落し、大量に運用する金融機関の信用不安に発展したと。リーマン破綻後には米議会で金融機関への公的資金の導入をめぐる法案の審議が混乱し、市場の混乱に拍車がかかったと。その後は米国を中心に金融規制が大幅に強化され、主要銀行の健全度は格段に高まったと。近年では主に銀行部門の外で企業の債務が膨らみ、当局や市場参加者の間で潜在的なリスクとして警戒されているということなんね。で、この CDO とは何かということなんね。これは CDO というのは日本語では債務担保証券と呼ばれ、 ABS 資産担保証券の一つで、貸付債券、ローンや債券、公社債などから構成される金銭債券を担保として発行される証券化商品と。これは複数のローンまたは公社債などの資産を保有するオリジネーター、原資産所有者がそれらを SPV 特別目的事業体に譲渡し、この資産を裏付けとして発行した社債の売り出しや信託受益権の譲渡などを行うことで投資家から資金調達を行う仕組みと。非常に複雑なんですよね。で、この CDO、
これは1980年代に米国で初めて CDO が発行され、その後欧州や日本などでも発行されて市場が拡大し、2000年には金融機関や機関投資家などが運用対象として人気となったと。しかしながら2007年に米国で起こったサブプライム問題により担保となっていたローンが数多く破綻したため、高格付けとして運用された CDO も毀損し、世界中の多くの投資家が巨額の損失を計上する結果となったと。また CDO の担保となっていた資産の不透明や流動性の低さなどのリスクが改めて認識されたというんですね。それじゃあ現在は何かというと、これは東京新聞の11月27日、この前も取り上げましたけど、リーマン・類似と投資急増、農林中金など3社 CLO 計12兆円ということで CLO って言うんですね。 CDO と似てるんですね。で CLO とは何かというと、ローン担保証券の略と、金融機関が複数の企業への貸し出し債券を束ねて発行した証券と、米国の金融機関が米国企業への債券を集めて作ったものが多く、その一部を日本の金融機関が購入しているというですが、まあそっくりなんですね、これね。CDO がいわゆるサブプライムローンの貸付を担保にした金融商品に対して、この CLO っていうのは米国企業へのローンなんですね。この債券を束ねてパッケージにしたという、全く CDO と全く同じですよ。これが急膨張しているということで、日本の農林中金など3社12兆円も買ってるということなんね。でこれに関して3つ目の記事、日銀と金融庁が CLO 投資での合同調査、金融機関への保有把握へということで、これが9月9日付のブルームバーグ日本語版に載ってるんですね。だからやばいというふうに日銀と金融庁がサブプライムローンの破綻、 CDO の破綻と非常に似てるという危機感を持って合同調査をしたということなんですね。それでこの記事の中でイングランド銀行 A 中央銀行の推計によると、2017年の世界の CLO 発行残高は7500億ドル、約80兆2500億円だと。そのうちの1割を法銀税が保有していると。で同市場での日本の金融機関の存在感は大きいということですね。だから1割じゃないですね、12兆ですから 15% ぐらい、日本の法銀が持っちゃってるということなんですね。今日の一言からジム・ロジャース氏が世界経済は今後数ヶ月のうちに終わりを迎え始めると考えているという根拠は何かということなんですね。砂月さんの農水官民ファンドも GPF も国内の金をアメリカに垂れ流す目的と、結局アメリカのこのような金融派生商品を買うと、農林中金はじめ3つの法銀が12兆も買うってことは、結局金が向こうにアメリカに流れるってことですよね。雪丸松さんクラッカーですね。そういうことですよね。スズランさんコンティニューコインありがとうございます。ということで、今日の言葉、今日の一言、ジム・ロジャース氏が今後数ヶ月ということは、彼は鋭い感性で断言してるんですね。ということは彼の予測っていうのは大体外れないですから、来年の春、数ヶ月、来年の春ですよねにリーマンショックに端を発した世界金融恐慌がリーマンの時よりも巨大なものが
世界中を襲うと、日本も襲うと、こういうことなんですね。それの根拠は一体何かということで、一つは今日の言葉、リーマンショックとはということで、CDO なんですね。リーマンショック。いわゆるムーディーズとかスタンダード&プアーズとかいうロシア時計の格付け、会社がですね、この CDO の中身がよく分かんないと、いくつもの金融商品をパッケージにして体裁よく混ぜ合わせた正体不明の金融商品に 3A の最高の格付けを勝手に出したんですね。で金をもらってたんですよ、投資銀行から。でそれを信用して世界中の投資家と金融機関が買い漁ったと。でそれが破綻したということで、結局世界金融恐慌、リーマンショックに端を発した世界金融恐慌2008年9年というのは、金融経済の破綻から実体経済の方に来ると。必ず世界金融恐慌っていうのは金融経済の破綻から来るんですよね。実体経済の破綻から各国の経済がおかしくなるってことはないんですよ。実体経済の破綻っていうことは企業が破綻するということで、1社とか2社で終わりなんですよね。金融恐慌っていうのは金融ですから、銀行が潰れるということですので、銀行が破産するということになると、銀行が供給している血液である資金が届かなくなるということで、実体経済が破綻するということなんで、ですから金融経済自体が巨大に、実体経済の数十倍の規模に膨らがった金融経済自体を、解体しないといけないですね。そして金融経済を実体経済のためにのみ役立つ場合のみ存在を許すというふうに、もともとの姿っていうのはそうなんですよね。金融経済っていうのはいわゆる実体経済の成長を促すための資金供給機関だったんですけど、それが実体経済が生み出す価値を商品化して証券化して、金融商品に仕立て上げ、それをパッケージにして世界中にばらまくといういわゆる現在の超金融資本主義に増殖しちゃったんですね。その増殖を癌化した健全な細胞を癌化させて死滅させるという癌細胞を化した超金融資本主義を解体しなくちゃいけないというためには何すべきかというと、信用創造特権の剥奪とから金融経済に対して課税すると、この2つなんですね。それを市民革命としてやろうよというのが私の呼びかけなんですね。そうしないと単に実体経済が破綻して、失業するとか資産を奪われるとか生活が破綻するとか等々の問題だけじゃなくて、人類のそのものが死滅しちゃうという最大の危機が訪れる危険性が非常に大きいということなんですね。でリーマンショックですね。それで CDO なんですね。CDO、 この CDO とかいわゆる CLO を商品開発する場合に利用されるのが金融工学と呼ばれるものなんですね。マイナス6か。
CDO と、そして CLO と、全部アメリカ発なんですよ。CLO とはローン担保証券の略と。全世界でいくらでしたっけ、 CLO の残高、2017年段階ですね。2017年段階で全世界で、7500億ドル、約80兆2500億円と、その 15% が法銀が買っているということなんですね。利回りがいいということだけで買ってるんですね。農林中金。そして日銀と金融庁が CLO 投資で、合同調査ということで、ブルームバーグ日本語版金融機関の保有把握ということで、彼らもうやばいと思ってるんですよね。これ9月ですよ。そして今日の注目情報、これは中村哲さんの2015年の日本での講演の再掲なんですね。非常に長い、いわゆる講演会を再掲したということで、これ長州新聞なんですね。アフガニスタンに生命の水をという、これぜひ非常にいいこと言ってるんですね、中村哲さん。これ長州新聞って大したもんですよね。この長い、記事をですね、無料で公開しているということで、本来の報道機関の鏡ですよね。今はなんか全て記事を細分化して、途中まで見出しとか23行だけ見せて、あとは有料ですよというバカなことやってるんですね。だから東京新聞もまだやってないですね。オープンにしてますよね。毎日とか朝日とか読売とか日経とか全部有料化しているということで、今まではほとんど全ての記事っていうのは読めたんですけど、今は読めないんですよ。これはもう自分の首を自分で絞めてるという最悪の例でしょうね。AFP っていうのはその点、全部読めるんですよね。数十万人の生活を保障したと。農業回復が平和の基礎だということですね。1万6500ヘクタールを灌漑したということで、60数万人が生きている環境が整ったと。すごいですね。で、講演会の中で、最後に質疑応答っていうのがあるんですね。で、質問、用水路などを作る上での知識はどのように得たのかと。中村さん、知識は誰も教えてくれないと。いかにして作るのかという気持ちがあれば、基礎的な推理学的な計算を学ぶことはそれほど難しいものではないと。実際の推理施設に足を運んで観察し、コピーすることから始めると。昔の人は厳密に計算しながら作っているわけではなく、おそらく経験だけのはずだと。試行錯誤の積み重ねで最終的に完成したのだと思うと。郷土史にもどうやって作ったかはほとんど残っていないと。ということは普通の人にもできる製造過程だということだ。それを模倣することから始めたと。河川工事は試行錯誤の繰り返しだったと。
から質問、何十年も活動を続けられる原動力は何かと。中村さん、仕事上疲れたからやめようというわけにはいかないと。早く作業から引き上げたいと思ったことは何度もあるが、ここで自分が辞めると何十万人が困るという現実は非常に重たいと。また多くの人が私の仕事に対して希望を持って何十億円という寄付をしてくれていると。その期待を裏切れないと。何よりも現地の人たちにみんな頑張ればきちんと故郷で1日3回ご飯が食べられるという約束を保護にすることになると。日本では首相までが無責任なことを言う時代だが、十数万人の命を預かるという重圧はとても個人の思いで、済まされるものではないと。みんなが喜ぶと嬉しいもので、それに向けて努力することが原動力だと思うと。だから中村さんの素晴らしいのは、もう全ての費用をペシャワール会という非政府市民団体が日本の日本の会員に向けてですね、寄付を募って、ですから公的な資金というのは全然入ってないですね。全て、寄付金で賄っているという数十億円なんですよね。30年以上やってますんでね、すごいですね。それから質問、アフガニスタンの人たちは日本人をどう思っているのかと。最も親密に感じているのが日本だと。独立記念日が同じだと思っているほど親密に感じていると。彼らにとって日本と聞いて連想するのは長崎、広島、日露戦争だと。どこに行っても知らない人がいないと。日露戦争の評価はまず置いて、100年前のアジア世界では日本、アフガニスタン、タイを除く全アジア諸国が欧米列強の植民地、半植民地だったと。その時期に極東の小国日本が大国のロシアと戦争して負けなかった。このことが非常に大きな励ましとなり、アフガニスタンでは世代から世代へと語り継がれていると。日本はちっぽけな国だが、理不尽なことに対してはたとえ相手が大きくても屈しないと。不行不屈の国という誤解が生まれているというんですね。広島、長崎についても同情心だけではないと。アフガニスタン自身もロシアと戦い、イギリスを撃退して現在の体制を整えてきた国で、その経験から羽振りのいい国は必ず戦争すると言われると。日本も同じように戦後の荒廃から立ち上がった国だが、一度も外国に軍隊を送ったことがないという信頼だと。日本人は国連職員よりも安全だというのが一昔前まで一般的だったと。しかしそのメッキが少しずつ剥がれつつあるのが現状だということですね。質問、アフガニスタン人の視点から見る現在の日本の積極的な平和主義を掲げる動向、また日本人についてどう思うかと。中村さん、日本に帰ると別の惑星に来たように感じると。第一に元気がないと。アフガニスタンでの最高に近い医療が受けられ、恵まれている側割にみんな不幸な顔しており、自殺が多いと。アフガニスタンは、貧しい国で、他殺はたくさんあるが自殺はないと。日本の政権についてはこんなバカな政権はないと。向こうではみんな権力に対して従順でない気風があると。対照的に日本人ほど権力に弱い国はないと感じると。現政権がアフガニスタンに出現したとするなら、もう何十回か暗殺されていると。その点が日本との違いだと。個人的なことを言うと、憲法に従う義務はあるが政権に従う義務はないと考えていると。そうですね。それから質問、現地で活動するにあたって立場や価値観の違いがあると思うが、信仰を深めるためにしたことは何かと。中村さん、特にないが、
試行錯誤を重ねて、体得していったと、得得していった、体得だ。違いを強調するよりも共通点を見つけていくことだと。私はキリスト教徒で、敵の宗教だが彼らはそういう狭さは持ってないということですね。から質問、次のリーダーを育成するためにどのようなことを考えているのかと。中村さん、現地でリーダーが育っていくことを期待して仕事を進めていきたいと。学歴より現場は徹底した現地主義、人材は現場で育てるということを徹底していけば、自主的な指導者が自然に現れてくると。しかも生きるか死ぬかの問題だと。英語も日本語も通じない人でもこれはという光る人がいる。やがてその中からリーダーが出てくると確信していると。から質問、治安は悪いと聞くが、新しくできた農村、灌漑施設、病院、先生個人の警備は警察がしてんのかと。中村さん、現地には日本のような厳格な警察組織はないと。それでいて回る共同体だと。自分の身は自分で守るのが鉄則。日本人がよく丸腰で活動するなんてというが、現地は百姓と武士の区別がないと。500人作業員がいても、もし作業を妨害するグループが現れたとすると、ライフルや小銃などを持って集まってすぐに一個中隊ができると。普通は鉄砲を見せびらかさないが、潜在的な武力を持った準武装集団だと。用水路を守るためには皆戦う。しかしその必要ないよう、まず平和な交渉をしていこうとしていると。私もみんなに守られていると。用水路は命に関わるので、中村とは運命共同体だということで大事にしてもらっていると。その地域で役立つ人間である限り、私は身の危険を感じずに済むと。作業員の中にはイスラム国やタリバンなどもたくさんいるが、彼らの中にはやむを得ず傭兵になった人がたくさんいると。敵かどうかは自分たちと運命共同体であるかどうかと密接に関係していると。路上では爆破事件が増えているので注意はするが、作業場ほど安全な地域はないと。こういうことですね。これは4年前の講演の全記録です。これぜひ、お読みください。それから砂月にさ中村哲さん、ペシャワール会現地代表、2016年8月26日の外国人特派員協会での YouTube の映像ですね。から砂月にさん、国の目的役割は2つ、国民を飢えさせない、安全な食べ物供給と、絶対に戦争を起こさないと。中村さんとも共通と。菅原文太さんが言ってたんですね。ということです。今日の注目情報ですね。長州新聞いいですよね。これ大変なあれですよ。録音したものを全部書き起こしたんですから、大変な労力が必要なんですよね。そして今日のジム・ロジャーズさんの日本への警告の朗読ですね。今日は第51回目です。第5章、これからの時代に勝つ投資ということで、今日の部分は情報源は今も新聞と年次報告書ということで、3ページかな。これ読みますね。情報源は今も新聞と年次報告書と。私はテレビを持っていないと。私にとっては時間の無駄であり、なぜみんながテレビを見るのかわからないと。まさにそうです。日々の情報源にしているのは新聞だと。古くからフィナンシャルタイムズを愛読しており、その他にザ・ストレートタイムズという新聞とザ・ビジネスタイムズというシンガポールの経済誌を愛読していると。紙面で必ずチェックするのは中央銀行と金利の動き、通貨や商品市場の動きに関するニュースだと。以前は複数のアメリカ紙に加え、英国やカナダ、日本など5カ国の新聞を読んでいた。
ニューヨークに住んでいた頃はジャパンタイムズもよく読んでいたが、今は絞っていると。インターネットが台頭してきたからだと。今はネットで世界中のニュースを読むことができるため非常に便利だ。特に外国の動きについてはネットの方が早く簡単に情報を手に入れることができる。読む新聞の数が減ったのは記者の数が減って新聞自体が先細りをしていることも理由に挙げられると。私はイギリスの新聞は隣の国の新聞よりもはるかに優れていると長年にわたり思っていたと。かつて世界で最も国際派的であったイギリスは世界中に記者を派遣して記事を書かせていたから、私はイギリスの新聞を読むことで国際的な見識を持つことができたのだと。とりわけフィナンシャル・タイムズは私の知るどの新聞よりも世界について理解していたと。現在のフィナンシャル・タイムズは日本経済新聞社に買収され、違うんじゃないの？そうかな。そうか。このこと自体が記事の質に変化を及ぼしたことは考えていないが、新聞という情報源自体が先細りの一端であることは認識していると。そうか、フィナンシャル・タイムズ、日経新聞が買ったんですね。2500億円ぐらいで。話を戻そうと。これは世界的な大富豪が人生で大切にしてきたこと、60でも期したことだが、投資先として気になる企業があれば、その企業の年次報告書に目を通すと。まず見る数値は利益率だと。利益率は企業の競争力を探る目安となると。過去からの利益率の推移を見て、変動が激しく、現状の利益率が低い状態にあれば投資を検討すると。そうした企業の利益率は一般的に落ちているに過ぎないため、やがて利益率が上がり株価が上昇すると見込めるからだと。利益率が高いにもかかわらず借金を多く抱えている企業を見つければ株価が下がることを予測し空売りをすることもあると。この時に参考にするのは自己資本に対する負債の比率を示す負債資本比率だと。利益率が同じ程度の複数の会社で迷うときは株主自己資本利益率を比較すると。この数値が示すのは株主資本に対する当期純利益の割合だと。株主から見たリターンを把握することができるため当然高い方を選ぶと。業界誌が投資の判断に役立つことも実は少なくないと。業界誌を読めば競合製品についての情報や関連する市場に起きている変化を把握することができるだろう。ここから将来を予測して投資の判断をするんだと。その業界で働く CFO たちが必ず読むような情報源にはぜひともアクセスしておきたいと。もし投資のターゲットをファッション分野に定めるのであれば、ファッションに関連する業界誌を読み、服を作る素材に何か変化が起きるか、何が起きているかを把握しておこうと。綿やウール、皮革といった皮革かといった素材の価格変動はもちろん、それらの素材に代わる新素材の動きも動向も見ておくと。ここまでリサーチする投資家は多くはないかもしれないが、私からすれば最低限必要なことだと。国や地域に注目して投資するのであれば、実際に街に出て人々の暮らしぶりを観察しておきたいと。私がこれまで世界を旅してきた経験は、投資の判断に少なからず役に立ってきた。今でもなお私は観察眼を磨きたいと考えていると。旅をしていれば美しい建物や流行している現象が目に入ることがあると。その上すごいと簡単して終わらせずに、できるだけその背景を深く調べるようにしてきたと。これは面白い現象だが、次にどんな変化が起きるのだろうと投資家として考えるのだと。街を歩く人の服装を見て、このファッションは流行するとピンときたのであればチャンスだと。この服は誰が作っているのか、どういうプロセスで作られているのか、どういった関連業界に影響が出るのだろうといったことを調べるのだと。そうすることで業界の先行きがストーリーとして、見えるようになってくると。今は安くても
値上がりするストーリーが見えたならタイミングを逃さず投資しようというのが今日のところですね。なかなか、興味深いあれですね、指摘ですね。で次、来週の月曜日読むところ、情報を疑うというところですね。その次が、安全という言葉を信じないと。その次が、金融業界が儲かる時代は終わりつつあると。そうでしょうね。だから大衆のヒステリーを見抜くと。それから間違いから学ぶと。これで第5章で終わりで、最後後書きなんですね。ということです。暖房が切れましたね。ナカン3193コンティニューコインですね。から砂月さん、これは読みましたね。国の目的を2つという菅原文太さんの言葉ですね。ということで、ちょっと寒くなったんで電気の方をつけますね。今日のメインテーマですね。時間が62分、52分か、08秒ということで、視聴されている方が36名、全体で75名様、コメントが17件ということですね。今日のメインテーマですね。長さや重さや容積や時間には世界共通の誰もが遵守する不変の絶対基準があるのに、人間の価値、地球の価値、貨幣の価値にはなぜ絶対基準が存在しないのかという素朴な疑問なんですね。ナンバー1で、長さの絶対基準は1ミリグラム、1ミリメートル、1センチメートル、1メートル、1キロメートルであり、常に一定で誰もが遵守する世界共通の絶対基準だと。長さですね。それから重さの絶対基準は1ミリグラム、1グラム、1キログラム、1トンであり、常に一定で誰もが遵守する世界共通の絶対基準と。だから容積の絶対基準は1平方ミリメートル、1平方センチメートル、1平方メートル、1平方キロメートルであり、常に一定で誰もが遵守する世界共通の絶対基準だと。で、時間の絶対基準は1秒、1分、1時間、1日、1週間、1ヶ月、1年であり、常に一定で誰もが遵守する世界共通の絶対基準と。こういうあれですよね。長さとか重さとか容積とか時間に関しては、全世界の人間が遵守する絶対基準があって、それを守ることによって、世の中が動いていくということになってるんですけど、それじゃあ人間の価値、あるいは地球の価値、あるいは貨幣の価値に関してなぜ絶対基準がないのということなんですね。それじゃあ人間の価値の絶対基準とは何かと。すなわち人間の価値に関して世界共通の誰もが遵守する不変の絶対基準があってもいいじゃないかということですよね。で、私が考える人間の価値に関する絶対基準とは、人間の尊厳の尊重であるということなんですね。で、人間の尊厳の尊重とは何かというと、人間一人一人の命、自由、平和な生活、基本的人権を絶対的な価値として尊重するということなんですね。で、もしもこの人間の尊厳の尊重が長さや重さや容積や時間と同じように全世界共通の誰もが遵守する不変の絶対的基準となれば、
世の中は文字通り人間一人一人が最高に尊重される人間中心の社会になるだろうと。だから世界各国が憲法、その国の憲法の第1条に、ドイツの基本法と同じようにですね、人間の尊厳の尊重が最高価値であるということを歌えばいいんですよね。で、そのことを守るのは国家権力の義務であると。ドイツ基本法にはそう書いたんですよ。第1条。日本国憲法の第1条から第8条まで天皇のことを書いてるのとは全く違うんですよね。人間の価値に関する絶対基準を定めて、全世界の人間が長さとか重さとか容積とか時間と同じように絶対基準として守るというふうにすべきなんですね。そして同じように地球の価値の絶対基準とは何かということも絶対基準を設けるべきだということなんね。ですなわち地球の価値に関して世界共通の誰もが遵守する不変の絶対価値を設けるべきだと。で、私の考えではそれは地球環境の保護だということですね。で、この間ずっと言ってますように超金融資本主義が実体経済と地球環境を根底的に破壊する危険性を持っていると。ここ2、30年で大変な重大な危機に、人類存亡の危機に、なる危険性が大いにあるよというふうに言ってきてますけど、それを防ぐためにも人間の価値とともに地球の価値に関する絶対基準を設けるべきだということなんね。で、それは何かというと、地球環境の保護とは何かというと、人間の存在基盤なんですね。地球環境の保護を絶対的価値として尊重するということなんね。で、もしもこの地球環境の保護が長さや重さや容積や時間と同じように世界共通の誰もが遵守する不変の絶対基準となれば、地球は文字通り持続可能な人間の生存基盤として、末永く存在するということになるんですね。で、これでナンバー1が終わりで、次で、貨幣ですね。貨幣の存在絶対基準とは何かということで、貨幣は今までは1971年のニクソンショックといわゆるドルと金の打換をやめちゃったという以前は金と打換つながってたんですね。ドルあるいは円、ユーロ、その当時ユーロないですけど、ポンドは中央銀行、各国の中央銀行が保有する金の総数量に、規定されてたんですけど、1971年に金の打換をやめちゃったと。停止じゃなくてもうやめちゃったんですね。ということは絶対的な価値のある金とのつながりを断っちゃったんで、いわゆる中央銀行を支配しているロシアの国際金融マフィアが自分たちが希望する額だけ信用創造できるようになっちゃったんですね。その結果、ソン・ホンビンさんが言うように、ドルもユーロも円もポンドもスイスフランも世界中の通貨がその1971年以前の価値の 4,5% に減価しちゃったということだね。要するに増刷したから、大量のドルをすると、大量の円をすると、大量のユーロをすると、大量のポンドをするということで、相対的に
価値を減らしていく。で結局は4% か5% の価値しかなくなっちゃったということなんで、やはり貨幣の絶対的基準は絶対必要だということで、このナンバー2なんですけど、ドル、貨幣とそれから金の打艦の復活ですよね。それプラス各国の GDP、国内総生産の実績、このハイブリッドの絶対基準にすべきだというのが私の主張なんですけどね。これはナンバー2なんですね。ということです。今日のメインテーマのポイントをアップしますね。そっか。ジム・ロジャーズさんの今日読んだところをアップしますね。から今日のメインテーマ、度量衡っていうんですね。長さや重さや容積、それに時間等々は全世界のほとんど全ての人が守るという絶対基準があるんですね。だからこの基準を守らない人は存在できないと、生活できないということなんですね。それじゃあなぜ人間の価値に関して絶対基準がないのということですね。長さに関しては絶対基準は1ミリ、1センチ、1メーター、1キロメーターという基準があって、それは世界共通で、長さは常に一定で不変であると。から重さ、これはミリグラムからグラムから、この長さのこれ間違えましたね。1ミリグラムって書いちゃったんだけど、これは間違いですね。1ミリメートル。こっちですね。前のやつは削除します。それから重さ、絶対的基準1ミリメーター、1ミリグラム、1グラム、キログラム、トン。これはもう世界基準なんですよね。それから容積、絶対基準1平方ミリ、じゃないや、容積は1立方だ。容積じゃなくて面積だこれ。これ面積です。結構間違ってるんですね。面積から容積があるんですね。1立方ミリメーター。容積は1立方ですね。1立方ミリメーター、1立方センチメーター。
から1立方メーター、それから1立方キロメーター、これが容積なんですね。それから時間、これは 1秒1分、1時間、1日、1週間、1ヶ月、1年と。これじゃないや。あれ。時間。1週間間、1ヶ月、1年。それでは人間の価値の絶対的基準とは何かと。すなわち人間の価値に関して世界共通の誰もが遵守する不変の絶対基準とは何なのかと。そういう絶対基準がなぜないんですかと。それはもう支配階級がそういう概念を設定しなかったってことですよね。それは人間の尊厳の尊重ということですね。人間の尊厳とは何かというと、人間一人一人の命、自由、平和な生活、基本的人権を絶対的な価値として尊重することなんだということなんね。でもしも人間の尊厳の尊重が長さや重さや容積や時間と同じように世界共通の誰もが遵守する不変の絶対的基準となれば、世の中は文字通り人間一人一人が最高に尊重される人間中心社会になるだろうということなんね。同じように地球の価値の絶対基準とは何かということね。じゃあ地球の価値の絶対基準とは、すなわち地球の価値に関して世界共通の誰もが遵守する不変の絶対的基準とは何かと。それは地球環境の保護であるということなんね。で、地球環境の保護とは人間の存在基盤である地球環境の保護を絶対的価値として尊重するということなんね。これを憲法の第2条に掲げるということでしょ。各国が市民憲法として。でもしも地球環境の保護が長さや重さや容積や時間と同じように世界共通の誰もが尊重する不変の絶対基準となれば、地球は文字通り持続可能な生存基盤となるんだと。今は超金融資本主義にその存在を脅かされてるんですね。そして次に貨幣の絶対的基準とは何かと。これですよ。これは何番人なんです。ということです。現在時間が69分ですね。44秒、35名様、全体で85名様、コメントが31件ということですね。今日のトピックス、フランス全土ですと年金改革の抗議デモに150万人ということで AFP 日本語版です。
年金制度改革の全容はまだ公表されてないが、マクロン政権は現在42種類に分かれている年金制度の一本化を進めていると。これに対し新たな年金制度の下では退職年齢が遅くなり受給年金額が減ると懸念する交通機関の職員、航空管制官、教職員、消防隊員、弁護士らが抗議ストに突入したと。フランスの現行制度では62歳から年金が支給されると。先進国の支給年齢開始としては低い方だが、鉄道職員や国立オペラ事業者など年金上の優遇処置を受けている職業もあり、例えば鉄道の運転手は一般的に50歳全般で退職していると。で、東部ベルフォールのデモに参加した保育士の女性は、ストに参加する理由を65歳になっても2歳の子どもたちを世話してあげられるとは思えないからと語ったということで、これですね、私もあれですよ、フランスの年金もらってるんですよね。15年間いたから。フランスの年金っていうのはあれですよね、日本の年金っていうのは月に2ヶ月に1度ですけど、フランスの年金っていうのは毎月出るんですよね。2回にわたって。それだけでも便利ですよね。でも年々減らされてるっていう感じですよね。だからこのデモに参加したいですね、私も。年金受給者として。から次に、イラン反政府デモ弾圧、死者1000人超過という米発表ということで、ありえますよね。大弾圧、革命防衛隊ですよ。イランのこのようなデモに対する大弾圧はイランだけの問題じゃなくて、サウジアラビアと同じように王政を敷いて、そして、イスラム原理主義の国っていうのは大体同じような国民がデモをすると大弾圧するということなんですね。だからイランだけじゃないんですよね、これ。それからハンギョレ新聞ですね、イ・ハニョルさんの母、香港デモ対怪我をせぬよう、そして勝利をということで、このイ・ハニョルさんというのは1987年の韓国の6月抗争という民主化闘争で警官が発砲した催涙弾に当たって死亡した延世大学の学生故イ・ハニョル歴史の母親ペン・ウムさんが香港民主化デモに立ち上がった学生たちに支持と励ましのメッセージを伝えたということなんですね。で、香港の民主化構想を支援する遠征人の会で活躍するオ・ジェンバさんは4日、先月28日、イ・ハニョル歴史の母ペン・ウニョンさんと電話で話した際、ペンさんが香港の民主化構想の参加者たちに支持のメッセージを伝えてきたとして、ペさんのメッセージを公開したと。ペさんは今香港の学生が死んでいっているのが一番胸が痛むと。怪我をしないでほしいと。そして素直に言って勇気を出せとか、そんなことは言いにくいと。ハニョルはデモに行っても一番前に立たずに後ろにいなさいと言ったと。この気持ちを察してほしいと語ったと。で、ペさんは続けて、あれほど言ったのにハニョルは街に出て戦って亡くなったと。ハニョルは広州の人間なのに大学に行くまで広州のあの事件、広州 5.18 民主化運動と新軍部による虐殺の歴史を知らなかったと。
大学に行って初めて知ったと。だからどんどん前に出ていった。公衆の人間だからと語ったと。そして私は親だから前に出るなと言ったが、ハニョルは言うことを聞けただろうかと。聞けなかっただろうと。親だから止められるかと振り返ったと。ペさんは最後に今回の選挙、先月24日に行われた香港の地方選挙で勝ったと聞いたが、今回の選挙を通じて民意は確認されたと。途中で諦めないでそのままやり通せと言いたいと。みんな怪我をせぬよう勝利を戦うと語ったということですね。1987年の民主化闘争のおかげで韓国は政権を打倒したんですね。全斗韓政権。そして憲法裁判所を創設できたと。でさまざまな民主的な政策が実行されたんですね。1987年の6月民主化闘争というのは非常に大きいんですね。韓国の戦いの中では。現在の韓国があるのはこの戦いの勝利なんですね。ということです。そして今日の図表で、取り上げましたけど、安倍政権中枢総ぐるみとジャパンライフ汚職議員30名の名前という日刊現代の記事ですね。そして今日の重要情報ですね。桜を見る会、名簿問題で菅官房長官の会見が支離滅裂と。それでも名簿を公開しないのは安倍首相5000人枠、5000人超がバレるからということですごいね。安倍晋三一人で5000人の招待枠を持ってたっていう、1000人どころじゃないんですね。5000人ですよ。韓国だったらもう一発で安倍は首相罷免で即逮捕で、後半で、パク・クネが2つの罪名で2年と25年で、2年の方はもう実刑が下ってて今監獄にいるんですよね。で25年っていうのが高裁での判決で、今上告中ということで、最高裁でもおそらく25年でしょうね。だから安倍なんかはもう25年を10回ぐらい繰り返すんじゃないですか。250年という。これがリテラの記事です。安倍首相枠5000人超ですって。から昭恵夫人も150名ぐらいの今まで、自分のお友達を招待していたという、とんでもないですよね。ということです。時間が1時間19分37秒ですね。同時期で見られる方が32名様、全体で91名様、コメントが38件ということですね。砂月金さん、日本の植民地時代、軍部独裁時代の反動で韓国人の民主化闘争は根強いと。日本は自ら民主化を勝ち取ったことがないと。その違いということですね。私が憲法裁判所をハンギョレのもう2年か3年前の当時のハンギョレの特派員の記事があったんですね。日本にはなくて韓国にあるのは何かと。
韓国にあって日本にないのは何かという記事だったんですけど、その中で、日本になくて韓国にあるのは、一つは憲法裁判所と、で二つは政権を市民が民衆が倒したことが韓国にはあるが日本はないという非常に、素晴らしい記事があって、それで初めて韓国で憲法裁判所をなかったものがこの1987年の民主化闘争の中で勝ち取ったということを初めて知ったんですよね。そういうことなんですね。だから日本っていうのは民衆が、民衆の力で、自民党政権を打倒したっていうことがないんですよ。1960年の岸信介、の国民の大反対を機動隊とヤクザ、全国動員したヤクザで暴力的に鎮圧して、国会で通しちゃったという日米安保条約ですよね。現在の日本をアメリカ軍が絶対支配できる法的根拠を与えた日米安保条約1960年、これを安倍晋三が尊敬する祖父の岸信介が機動隊と全国動員のヤクザの力で、国会で、通しちゃったということなので、もしもその時に日本の野党と、それから日本のマスコミと、から日本の市民労働運動が徹底的に戦えば岸信介、政権を打倒できたんですよね。それを途中でやめちゃったんですね。岸が退陣したからということで、戦いの矛を収めちゃったんですね。それで次に池田隼人という政治ではなくて経済成長だと、国民所得を倍にするんだということで東京五輪、64年の五輪ということで経済の繁栄の方にすり替えられちゃったということなんですね。砂月さん、米騒動は不発の民主化運動と、お疲れ様でした。民主の怒りの違いということですね。ということで今日の放送、金曜日の放送はこれで終わりです。時間が1時間23分25秒と、視聴されている方が33名、全体で96名、コメントが40件ということですね。で時間が現在日本時間の夜の11時3分ということですね。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。ということで今日の放送は終わりです。明日土曜日日曜日はお休みなんで、来週月曜日ですね、できるだけ9時過ぎには放送開始したいということなんで、もしよろしければまた合流してくださいということで、今日の放送これで終わりです。お疲れ様でした。終わりにします。